こんにちは、まなみのりさのまなみです。今私は東広島の西条に来ています。この町実はあるもので有名なんです。何か知ってますか？ヒントはじゃーん、この絵です。何をしている絵かわかりますか？実はこの絵は日本酒造りの全工程が描かれているんです。ということで今日は酒造り文化が残る町西条を旅していきたいと思います。東広島市西条は日本の三大名城地の一つと言われています。800メートル圏内に7つもの酒造が集まっているのは日本でここだけ。西条を象徴する赤レンガの煙突や昔ながらの生小壁が並び、日本らしい風景が今でも残っているんです。この貴重な景観と伝統文化を伝える西条は昨年文化遺産保護に関わる組織イコモスの日本の20世紀遺産20選に選ばれました。そこで今回は東広島市の魅力をたっぷりお届けします。まなみちゃんがまず初めにやってきたのは町のパン屋さんココロン。こんにちは。パンのいい香りが。お酒を使ったパンがいっぱいありますね。なんかね、ケーキとかはちょっとよく見ますけど、パンでお酒を使ってるっていうのも珍しいですよね。ちょっと一個食べてみようかな。テンションも上がったまなみちゃんが選んだのは、見てください、甘酒あんパンですよ。私甘酒大好きなんですけど、どんな感じかいただきます。すごい甘酒っていう主張はないですけど、ほんのり甘酒の甘みみたいなのが。パンの美味しさには西条ならではの秘密があるそうで、西条の酒蔵の仕込み水を全てのパンの水に使わせていただいています。仕込み水、日本酒を作る時の西条の井戸水でして、美味しい酒造りに欠かせない地下水。西条では酒造の仕込み水を一般の方に開放している井戸が多数あり、地元の方も愛用しているんです。お水からもうこだわってるんですよ。いやー、そりゃ美味しいわけだ。ココロンさんが使っているという仕込み水の井戸を見に行ってみました。お、ありますね。福神井戸。どんな感じかちょっと見てみましょう。こんにちは。これ今、何されてるんですか？自宅で、コーヒーとかお茶とか飲むのにこのね井戸水を使わせてもらってるんです。井戸水を汲んで美味しいお水で。そうですね。やっぱり水道水とはちょっと違う、多少はですけどわかると思うんですけれども。冷たいし、なんか優しい味がしますね。そうでしょうね。井戸ごとに味も少し違うそうです。飲み比べてみるのも楽しいかもしれません。続いてやってきたのは鴨鶴酒造。見てください、この椅子。実は酒樽なんです。かわいい酒樽の椅子が並ぶここは鴨鶴酒造の見学室です。すごい展示がたくさんありますね。酒造りの資料をたくさん展示しております。でも日本酒ってそもそもどうやって作られてるのかすごく気になるんですけど。そうですね。日本酒の原料はお米とお水と、あとは酵母や麹などの微生物によって職人が手作りで作っております。その時取れたお米の状態や少しの気温の変化でも味が変わってしまうので、日本酒作りはとても繊細な仕事なんです。職人さんの技がすごく大切ってことですよね。そうですね。経験と知識とあとチームワークで
作っております。すっごい日本酒って奥深いですね。見学室の外にも酒造に関するものがたくさんあるということで案内してもらいました。存在感のある煙突ですけど、はい、これも、西条ならではといいますか、はい、酒蔵の象徴なんですけれども、赤レンガの煙突が並ぶこの景色は酒造が密集する西条ならでは。中には100年以上前に建てられたものもあるんです。昔はお湯を沸かしたり、熱源がすべて石炭で使っておりましたので、煙がたくさん出ますので、やっぱり排煙装置として現役で煙突、いわゆる煙突として使ってはいたんですけれども、今は現役ではありませんで、象徴的なものとして保存はしておりますけれども。次にやってきたのは大きな蔵の前。ぶら下がってる茶色い丸いのって何ですか？あれはですね、杉玉と言いまして、美味しいお酒が出来上がりましたというような意味で、軒先に吊るしているものになります。ちょっと蜂の巣かなってちょっと一瞬そうですね。杉玉。はい、杉でできております。いや独特な壁に挟まれてるんですけど。そうですね。この壁は生子壁と言いまして、生子壁、蔵の中のものを守るためのものでございまして、湿気だとか気温だとか、あとは防火の意味もあって、西条の蔵たくさんありますので、生子壁の街並みをご覧いただくのも見どころの一つですね。煙突に杉玉に生子壁、西条の街の景色は日本酒造りとともにあるんですね。見学後、鴨鶴のお酒の販売や試飲ができる施設を満喫したまなみちゃん。次に向かったのは、何でしょうこれは。酒泉館、酒の泉の館。酒の泉の館の正体は、ここ一体どういう建物なんですかね。酒泉館って酒泉館、そうそう、お酒造りの研究をしてたところなんですよ。研究所ってことですかね。酒泉館は昭和4年から県立醸造市場として酒造技術の向上に大きく貢献した場所なんです。で今は、きれいに改装して、酒のスイーツとか、お酒を提供するカフェになってます。女子受けするでしょ。女子受けしますよ、だって私はもう一番気になってるのがスイーツっていう言葉ですもん、おすすめの女子受けするスイーツがこちらの酒フルーツケーキ。いただきます。すごい、もうここに持ってったら、お酒の香りがふわっときますね。しますね。はい、いただきます。お酒がすごく広がるんですけど、フルーツと相性がとってもよくって、あはははとかじゃなくて、おほほって言いたくなるような味。ちょっと大人のお酒スイーツに大満足でした。甘いもの食べたらちょっと食欲に火がついてきたかもしれない。お腹空いたよ。美酒鍋御膳。美酒鍋？なんだろう。すいません、こんにちは。いらっしゃいませ。美酒鍋御膳っていうのが気になって食べたいなと思って入ってきたんですけど。予約制なんですよ。どうしても食べたいまなみちゃん、頼み込んで特別に OK してもらいました。割烹料理店しんすけは山陽鶴の酒造だった場所を改装してできた趣のあるお店です。これが念願の美酒鍋御膳なんですね。普段もね調理場でしてるんですけど、ここでお酒をちょっと入れますね。お酒を注いで煮たお鍋が美酒鍋っていうものになるんですか？酒造りの間に杜氏さんが食べられてたまかない料理になるんですよ。酔っ払っちゃったりしないんですかね？作ってる途中にもう水分も飛んでしまうんですよ。その時にアルコールも飛んでるんで、お子さんでも食べれるお鍋になってます。そうなんですね。
こちらがそのビシュ鍋。そこまでお酒の味が濃い感じではなくって、素材の味がすごく引き立ってるというか。水分も一切使ってないんですよ。お酒だけの水分でとお野菜の水分だけで作ってる旨味がちょうど全部凝縮したような感じのお鍋にはなってるんですけど、ギュッと詰まってますね。西条の郷土料理、日本酒を使ったビシュ鍋をぜひお試しください。はい、今回西条という町がお酒で有名なのはもう知ってたんですけども、実際に身をもって今日一日経験することで歴史や文化にたくさん触れられて、とっても充実した一日でした。ぜひ皆さんにも西条に遊びに来ていただきたいなと思います。待ってます。日本酒の町東広島市を訪れた外国人の方には通訳案内士によるツアーがおすすめ。詳しくはご覧のホームページまで。